カバコフが60年代から70年代モスクワにおける非公式の生活に関する覚書というのですが、日本語ではイリア・カバコフ自伝という形で出ています。これはこのアーティストの図書室にもありますが、それが1999年に出て私それはその年に買って読んでびっくりしました。カバコフめちゃくちゃ面白いじゃんとか思いまして。というのもですね、この60年代70年代のソ連という社会の中で、カバコフが必死になって生きていたその赤裸々な生活が描かれています。60年代は疑いもなくあらゆる領域において、そして何よりも絵画詩文学において地下の文化の開花の時代なのだと、なんか日本の60年代みたいですね。60年代において最も興味深いものはボヘミアンの芸術家たちがたむろしていた地下のアトリエや貧弱な住まいに濃いエキスのように存在していた地下の芸術生活の独特の雰囲気である。ますます日本の60年代を思い出します。どこのアトリエやアパートも主演や嵐のような集会でどよめいていた。皆が踊り飲み歌い、あるいは詩を朗読した。ほとんどの家は芸術家の家に限らず毎晩こうした陽気な集まりの場所であった。これらの芸術家たちが非公式の、あるいは非公認のと呼ばれるようになったのはブルドーザー以降であって、それ以前は彼らは言ってみれば、床の下に住んでいる地下の芸術家であった。このブルドーザーというのは何だったのかという非常に大事な事件なので次お願いします。これ1974年にモスクワの郊外の空き地で、野外展覧会を開催したんですが、公式には認められていなかったゲリラ的な展覧会だった。でも友達や友人知人にも前もってみんな電話で知らせてますから、もうめちゃくちゃ大勢の人がこうやって野外展覧会を見に来たんですね。でこの始まって10分ぐらいだったかな、ブルドーザーがやってきまして、これを蹴散らしました。さらに散水車が来て水をまき散らして、みんなチリチリになっていった。何人かは逮捕されました。ただこのブルドーザー事件の後で、こんだけ非公認の展覧会に人が来るっていうことにちょっと驚いた当局がですね、これはちょっとほっとくわけにはいかないだろう、少しは認めてあげなきゃいけないんだろうというんで、次お願いします。この、グラフィックアーティストモスクワ市委員会絵画部門ですね、ゴルコムっていうのを作るんですけども、これがモスクワ市委員会の管轄の下で設立された非公式の芸術家たちのための労働組合です。ソ連時代というのは公認の画家は全部芸術家同盟に属している、いわゆるプロフェッショナルとしての芸術家というものは公認の芸術家です。それ以外は全部非公認なんですね。でその非公認だけどでも芸術やっていたいという人たちのための労働組合を作ってあげたんだ。だからお前たちはプロじゃないよっていうことなんですけども、ただ、この組合の、が組織した展覧会で公に展覧会をすることができた。でこのメンバーの中にはカバコフやインファンテもいました。インファンテっていうのはそのすぐ上の芝峠に視点という作品があって、これも素晴らしい作品ですけども、だからこの大地の芸術祭すごいですね。カバコフとインファンテの作品があるというのはもう世界に残っていいと思います。じゃあ彼らがどんな生活をしてたか、次お願いします。また長い文章ですいません。75年の秋、一つの建物の中での共同生活の素晴らしい時代が始まった。毎日夜に飲み会をしながらどれほどの思想や出来事、問題について議論しただろうか。こうした問題の全てについて当時、またほとんど毎日、私の最も親しい友人エリック・ブラートフ、オレク・バシーリエフと一緒に3人で議論していた。私はほとんど毎日決まって彼らのところへ駆けつけ 1,2 時間何かとても幸せな気持ちで興奮しながら新しい出来事について語り、何かを分かち合い議論した。議論したってところにわざわざ鍵括弧しているところがロシア人ですね。これこそがこの時代全体にわたって呼吸し存在し仕事することを我々に許していた幸せな空気だ。ロシア人というのはこうやって誰かの部屋に集まってお酒飲みながらもう延々と議論を交わすっていうのがいまだにやってます。知識人とかいう面白い人たちですね。でこういった会話の積み重ねの中から、カバコフはいろんなアイディアをこう生み出していった。その今出てきた2人、オレク・バシーレフというのはこういう人ですね。こういう絵を描く。それからもう一人、次お願いします。エリック・ブラートフ。これも非常に有名な人で、トレチャコフ美術館の新館で大規模な回顧展をやってますけども、非常にハイパーリアルな絵を描ける人で、そこにこのコンセプチュアルな文字を書くという。でこの2人実は
カバコフの自伝にもいっぱい出てきますけども、非常に3人仲が良くてですね、彼らがちょっとお金に困っている時にカバコフは自分がやってる絵本の仕事を、実は紹介してくれたんです。次ですね。こういうとっても綺麗な絵画作品とは全然違うタイプの絵本を、何冊も出してます。そうやってみんな愛に互い助け合いながら生きていたんですね。で切磋琢磨しながらお互いの芸術活動をしていった。はい、次お願いします。その中でも特にとにかくいろんな人とのつながりがあります。ロシア人というのは口コミ社会でもあるしネットワーク社会ですからいろんな人がこうつながっています。その中でもとりわけ面白いのがこの、アンドレイ・モナスティースキー、ドミトリー・プリーゴフ、ウラジーミル・タラーソフという3人だと思います。次お願いします。このモナスティースキーっていう人は、集団行為っていうパフォーマンスグループを、結成して、面白いパフォーマンスをいっぱいしてました。でこの写真の、右から2番目に多分これカバコフだと思うんですけどね、カバコフも参加しました。次お願いします。中にはこういう音楽家のレートフなんて人も参加していて面白いパフォーマンスをたくさんやりました。次お願いします。それから詩人ともたくさん知り合いがいる。特にこのドミトリー・プリゴフ、あと画家であり詩人であって生きてる間に2万8000遍の詩を書いたっていうすごい人ですけども、これはカバコフのアトリエで、後ほど出てくるタラーソフとプリゴフはパフォーマンスをしているっていう。さらにこのイリア・カバコフとウラジミル・タラソフというパーカッショニストは、何度も同じパフォーマンスや共同の作品を作ってます。特に有名なのが次です。はい、これごめんなさい。その前にこのガラホスキーっていうやっぱりカバコフと仲の良かった画家がいるんですが、彼が、私たちはトリオガネリンが好きだっていう作品を描いていて、これはトルチャコフ美術館にありますけども、その真ん中にいるのが、タラーソフで、彼の伝記を私が訳したのがありますから、よかったら読んでください。次お願いします。これがそのタラーソフが音楽っていうか音響を担当したのがこのレッドパビリオン、1993年で、これをして、カバコフが世界的に有名になった作品だと私は思ってるんですけど、これ工事現場みたいなところがあって入り口に入っていくと中はまさしく工事現場なんですね。でまだ建設中の巨大な建物なんです。中はガラウンドでごちゃごちゃしてるんです。建設中のソ連と同じっていうことで。これを抜けていくと向こうにパビリオン、ちっちゃいのがあるんですが、ここからこの威勢のいい音楽が流れている。この音楽を担当したのがタラソフです。はい、次お願いします。もうそろそろ終わりますが、この、やはり同じように、カバコフとタラソフが共同で、作ったのがこの、ウォーターミュージックっていうやつで、これ架空の画家のコーシェレフっていう人の回顧展の会場という設定になってて、その、天井が雨漏りして、水が落ちてくるっていうのを音楽にしてるという、なんか水金窟っぽいですけどね、これがパフォーマンスの一種として独立して、行われてました。でこうしてですね、とにかくカバコフはいろんな人とのつながりがあったからこそ今現在の素晴らしい活動になっていったんだと思いますが、最後にその先ほど出てきたモナスティリスキーの集団行為のパフォーマンスで、私棚田を見た時これを思い出した。で白い文字で私は何も文句はないし全ていいと思う、ここに来たことは一度もなくこの場所について何も知らなかったのだがっていう書いたやつをこう垂れ幕横断幕を雪の上に、広げてるっていう、ただそれだけのパフォーマンスなんですけども、なんかカバコフはこのつまりに来る時にひょっとしたらこんなイメージを持ってたんじゃないかなとか勝手に思ってます。だからその手を携える党もそうですけど、ソ連時代のとにかく人種も文化も国も全部、みんなで一緒に、生きていこうねっていうコンセプトはまさしくソ連時代の理想社会だったわけですから、それを新潟で実現したっていうことはすごいことだなと私は思ってます。はい、ご清聴ありがとうございました。